へい。今日はあれはい。よいしょ。どこにするしーちゃん、竹の区画。ここもうちょっと入り口にすっか。今大葉、きゅうり、トマト、でししとう、ナスで、ここがオクラ、あとインゲン、でキャベツ、でわけぎ、でこっちがじゃがいもで、あっちがみょうが、であれがうどです。うど。いろいろあるんだけど、そもそもやっぱ実りが悪いんですよ。単純に土壌なんですよね。土が悪くて、まあ土は普通に自然だからいいも悪いもかわいそうなんだけど、悪いとか言っちゃうと、酸性が多分強いと思うんですよ。で農作物に適した酸性度っていうのがだいたい 6.5 っていう数字で言われてて、ペーハーが、うちの土壌がどれぐらい酸性度が高いか、アルカリ性かとかっていうのが分からんから、買ったんですよ、秘密兵器を。じゃじゃーん。ペーハー測り装置。すごい。これ農家さんが、皆さん持ってらっしゃるんですけど、物買うの嫌だから、お借りしようかなと思ったんです。で貸すよって、でも購入するとお高いんでしょって思ってたら、アマゾンで3000円だったんですよ。3000円で50%オフとかで3000円だったから、3000円だったらまあ、一家に一台あってよかんべということで、文明の利器が。文明の利器。足りないですか？電池吹っ飛ばしたあったあった。ドッグランしてんの。甘えん坊ですね。甘えん坊ですね。笑ってる。笑ってる。これ笑ってる。しーちゃん子供産まないですか？ジョナサンところのハッピーと掛け合わせようとしたんだけど、妊娠してなかったですね。ベセット。これで出るんですね。7。数値がでかければでかいほどアルカリ性で、低いと酸性なんです。やっぱ酸性ですね。下がってきますね。まあ酸性だろうとは思ってたんですけど、酸性の場合はうち焚き火してるから、焚き火の灰とか石灰を撒いて中和させる。5.5。結構酸性。
5.5 から6って感じですかね。なるほど。まあ長い、一気にこのだけの広さを全部 6.5 にするっていうのは難しいだろうから、ちょっとずつ灰が出てきたらその灰をここに撒いてっていうのをやってってことになるんだろうけど、長い話だな。もうしばらく海外はいいですか？全然今日本で楽しいこといっぱいあるので、こういう土いじりとか、自分の小屋もまだ完成しないし、確かに鶏小屋もやりたいし、若い時はね、なんか海外行って、自分の再発見というか、あと価値観、いろいろ勉強せねばとか思ってたけど、何か若い時に行った旅にはすごい意味あったけど、今は意味がないとは言わないけど、もうちょっと古きを訪ねて新しきを知るっていうことが日本国内でもできることが多いから、だから異国の地にわざわざ赴かないでも今は楽しいですね。不耕起栽培の話ってしましたっけ？いや、ない。今、収穫量が最初は少ないっていうんだけど、不耕起栽培っていう農法がまあ流行っててというか、注目されてて、農業の中であるジャンルとして、それは分かりやすく言うと、バーッとこの雑草と言われる草たちが生えたところをバーッと刈り取って、ただ刈るだけなんです。根を掘り起こす必要はなく、その上から種をまいて、だから一見すると荒れ果てた雑草だらけの土地のように見えるんだけど、でもそこにその野菜が育つっていう農法があって、不耕起って耕さないって書くんですけど、そうするとその耕して化学肥料をまいてっていうよりも、その草を刈ることによって、そこにいっぱいいろんな種類の虫たちが寄ってくるし、虫の住みかにもなれば、まあ自然環境に近いっていう状態になるから、でやっぱ今日本中というか世界中だと思うんですけど、虫が減ってるので、こう虫の住みかという意味でも不耕起栽培やりたくて、ただ不耕起栽培って耕さないで楽なんだから、そんなの農耕始まって8000年、人類が一番目指してた形だけど、長い人類の歴史でやってこなかったっていうのはそれだけ難しいんだと思うんですよ、単純に。化学肥料とかやっぱ鶏の糞とか牛糞とか、肥料をまいた方がもちろんできるんだからっていうので、だから不耕起栽培をちゃんと成立させるのはものすごい勉強と、あとしっかり畑やるっていう根性と、いろいろなものがないとできないんだろうけど、あ、ミミズ、ミミズがね、いつし作ってくれるから、掘らないようにそっち。だから不耕起栽培を目指す上でも一回土地のpHを揃えて、あとは落ち葉が激しい時期になったら落ち葉をいっぱい山から持ってきて、なるべく化学肥料を入れないで、この土地を豊かにして、で最終的に不耕起栽培に何年後かにたどり着ければなと。お、またミミズいるね、君たち。モロヘイヤ。モロヘイヤ。うちが標高高いから、だからこれ里というか町で売ってる苗なんですけど、町の農家さんとか家庭菜園の人は、うちよりもシーズンが過ぎ去るのがまあ1月ぐらい早いんです。だからうちが春の頃にもう下は真夏日みたいな。だから向こうで
この家庭菜園用に売られてる苗が、はい、もう春野菜とか夏野菜とかそのシーズンのいい時期を過ぎちゃって、逆にもう買ってくれって言って値下げされるんですよ。その値下げをされたやつがちょうどうちが植え時なので、だからこのモロヘイヤも本当は200円だったのが50円だし、お、またミミズいるね君たち。なんかでも楽しそうですね。お野菜なんかこう育てるの。楽しいですよ。僕はやったことないからちょっとあれですけど、やったら楽しそうだなとは思います。楽しい楽しい。育てていくのちゃんとね、水やりのためにじょうろ持ってって上り下りするのはちょっと手間だけど、うわわわわわわパセリ、これセロリ。セロリ好きですか？セロリはまあどっちでも。セロリ好きなんています？僕セロリ好きですよ。まあね、育ってきた環境が違うから好き嫌いは否めないですよね。おなんか聞いたことあるやつ。セミだ。もうか。5月。どうした呼ばれたと思った。呼ばれたと思った。それはこれ20日大根です。ラディッシュ。ラディッシュ。これはね、本当発芽率がものすごいいいので、とりあえずこれだけ巻いといて、ほい、お昼ご飯作って食べましょう。僕ら漁師集団で清老会って立ち上げてって話したじゃないですか。それでゆくゆくはやっぱり鹿とかを人間の口にも入れられるようにの解体処理施設の規模にしようって言ってて、ってことは調理とかに精通した人が作んないとやっぱり鹿イノシシの調理って普通の人難しいと思うので、ということで管理衛生士なんかとにかく飲食ができるための資格を取ることにしました。それ難しいんですか？いや、1日受講すればなんか取れるらしいです。オンラインで。オンライン？オンラインで。そんなユーキャンみたいな感じで。いやいや、ユーキャンよりも多分簡単なんでしょうね。お店もできますね。お店しますね、ゆくゆくは。ただマジで証拠たくましくないので、自分たちがやっぱりやる意義とか、そういうこと考えてやるんだったら、そんなに薄利多売とかチェーン店みたいなそういうことは絶対できないので、自分たちのこだわりを残したら、そこの塩梅ですね。こだわりすぎても採算取れなくて生活がやっていけないし、でもまあおいおい。売るだけじゃなくてお店としてちゃんとやるんですね。そう。なんか群馬のお師匠さんの、単独伐採みたいなイメージですかね。いや、あそこまで
専門性を持ってレストランっていうのは、僕が考えるにはきっとできないんです。あれはもうシェフなので、じゃなくても鹿カレーとか、何にするか分かんないけど、何か一つの料理に特化したドライブスルー感覚で来てもらえる店みたいにしないと、レストランはできないですね。まあそういう拠点みたいなの構えといて、で夜はほんと親しい人とかだけに開放するレストランにしてもいいし。あ、いいですね。ね。こっちにね移住した子たちがいるから、この地域に、だから誰かの雇用が生まれればとも思うし。気がついたら村長になったりしてないんですか？どういうこと？塩。オリーブオイル。このレモンがさ、お勤め品みたいな感じで、半額以下になってたんですよ。でもレモンってさ、めちゃめちゃ悪くなれるの時間経つんです、かかるんです。だからこのお勤め品ぐらいの方が逆に皮が柔らかくなって、しかもこの状態からまだ2週間は持つので、ありがたい限り。お勤め品の方がうまいって結構あるんだよな。お肉もちょっと悪くなりかけが美味しいし。とりあえず1品目、ルッコラのサラダ。この前エクアドルで家庭のレモネードを飲ませてもらって、ただ砂糖を水に溶かして、でレモン入れて完成なんです。なるほど、そりゃそうかと思ったんですけど、今日レモン安かったからレモネードを作ろうと思って。いいですね。セロ会はどういう会ですか？セロ会は、まあ、漁師集団なんですけど、一番最初に僕が思いついた出発点としては、今やっぱり取られてる個体の9割が捨てられてるので、その子たちが埋設処理場の穴に入ってるのを見て、まあなんか何とも言えない気持ちになったんです。それを払拭するために少しでも彼らのその肉に意味があったっていう意味を持たせたくて、でジャーキーを作ってペット用の、それを販売しようって一番最初に思って、プラスあとはやっぱ両親だって山歩くと分かるんですけど、人間都合ですごい山を手入れて、熊の生息域が狭くなったりとか、針葉樹が増えすぎたりとか、あと明らかにやりすぎなぐらい奥山でその砂防ダムっつって堰堤を作ったりとか、そういうのがまあすごいんです。でも野生動物、まあ主にクマですね、が一定数生息してないと、本当の意味での豊かさ、多様性は保たれないと思うから、だから聖老会の連中でみんな山詳しくなって、クマ穴っていう冬眠する穴とかをみんなおのおので見つけて、クマ穴の情報を共有できるような漁師集団を作りたいんです。昔はクマ穴の情報っていうのは漁師の人たちは当たり前に持ってて、この地域の人たちも
でも今そういう漁師がもう絶滅しちゃったので、でも僕ら若い世代がそうやってちゃんと山を守りながら山をおもんばかるというか、静かにそういう漁師集団を作りたくて立ち上げようという話になってます。人数はどのぐらいいるんですか？今は1,2,3,4,5,6,7人。おお、結構いますね。入会するあれ資格、一人で山から鹿を下ろした経験がある人。呼ぶと入れないですね。入れない。やっぱね、そのきつさというか、知ってないと、共通言語がやっぱないから、その経験は共通言語になり得るんですよ。ちゃんと自分の責任において、山の中で獣に最後引き金を引いて、自分の本当に山から下ろしてくるって夕方とかだったらものすごい暗くなっちゃうし、恐怖もある。足とかくじいたら降りてこれないしとか、でもいろいろな思いのもと下ろしてきて、この肉は大事だって、やっぱ思えた、その経験がある人と一緒にやりたいと思って。これはもう忍びでの話ですか？そう、罠でもいいんだけど、罠専門の漁師がいてももちろんいいんだけど、いい匂い。バジル。この量で100円は、しかもしかもその育て方によってかワイルドだからうまいと思う、このバジルは。でニンニク、小屋完成させて小屋の中で丁寧な暮らししたいですよね。やっぱそういうの思います？思う。なんか住所不定の人じゃないですか。そうですね。この家というかこの地域、ここら辺、でその生活するにあたって、今度口座作るのに、賃貸者契約書が必要って言われたんですよ。契約書と思って、一応吉森さんに言ったら「いいだいいだ作るだ」って言って、なんか吉森さん、この権利者か、その子孫が死ぬまで永続的にって書いてあって、そんな契約書見たことないの。よいしょ。
お湯減っちゃった。塩ですか？塩結構入れてませんでした？茹でるお湯に入れてない。トマトにまたかける。いや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 。作品が終わったら紙切るんですか？でもこの作品今やってるのがなんか2年ぐらい撮影するかもみたいな話だ。2年？そんな長いんですか？そう。シーズン2までか3までかみたいな。もう1がやる前からもう決まってるんですね。まあ大体撮るでしょうみたいな。今すごいいいバランスです。いやちょっと忙しすぎたけど最近は。でももう役者も頑張りすぎず、頑張りすぎずっていうか詰め込みすぎず、でも楽しい仕事もできてるし、ここでの生活もできてるし。東出さんの楽しい仕事って何ですか？いやまあその旅系とか。うまい。うまい。うまいね。うまい。もうちょっと炭酸足します？入れます。見ます？ちょっと一回開けちゃったけど。ないよ。ああ、盾みたいなやつ。盾です。出さないのかい。出さないのかい。なんかあれね、重くもなく軽くもないんですね。重さって。そうっすね。もう綺麗。ねじってファッてやるとスパーンと。ねじらずにやる人が多いですよね。そうだ、人がパスタ投入するなんてあんま見たことないから。美味しそう。いただきましょう。いただきます。
うん。うまい。いただきます。このルッコラうまいですね。うまいですね。普段野菜食べないから。あ、そうなんですか、うん、何食ってるんですか？肉、玄米、卵。うん、うまい。うん、スパゲッティうまいですね。あ、これだな、やっぱ。